も皆さんこんにちは。レッドです。以前私がね、このカーボン調のパネルを本物のカーボンに作り変えたの覚えていますか？前回はカーボン調を本物のカーボンへ。今回の動画はこの一応カーボン調のところを延長させて、このナビをね取り付けた時のこの隙間とか色々あるわけですよ。それをついでに作っちゃおうかなと思います。それではカーボンパネル作りレッツスタート。できるできないじゃない、やるかやらないかなんだ。やらない。さあ今回は前回の続きということで、完全オリジナルカーボンパネルを作っていきたいと思います。そしたら今からこのパネル周りを加工していくので、先に脱脂しておきます。そしてね、ここ隙間がすごい空いているので、アルミテープを使ってね穴を塞いでいきます。で今回ね、ここが肝です。ここはねマスキングテープを貼らずにアルミテープだけで仕上げていきます。でここら辺からね、形を整えながらアルミテープを使っていきます。今アルミテープを貼ってだいたい形を作って、アルミテープでは出せない曲線をこの養生テープを使って丸みをつけました。ここをピンって貼ることによってね、自然な丸みを出すことができます。そして今度はこの部分ですね。横から見るとすごい空洞があります。そこにこの DPS ですね、 DPS のコントローラーを、ここにね移植していきたいと思います。マスキングテープで保護していきます。はい、こんな感じで保護ができました。次にこちら油粘土を使ってここの隙間をね調整していきます。形が整ったので取っていきますよ。下準備が済んだらこちら離型剤です。 FRP 専用の離型剤です。これを目的の場所に塗って1分経ったらもうねそれで準備ができるみたいです。でコーナーとかきついところは2回塗りとか3回塗りをして剥がしやすくね設定していきます。油粘土のところにはね離型剤塗らなくても大丈夫なんですけど、一応塗ってどんな感じなのかを見ていきたいと思います。今これで離型剤を全部塗り終わったので、1分経って乾いたら樹脂を使ってね、まず膜を作ってあげます。今ノンパラの樹脂が乾いて表面にガラスマットをのせています。今からインパラ樹脂でどんどんね樹脂を塗ってこの表面をねどんどん硬くしていきます。樹脂が乾いたので剥がしていきます。しゃーきたー。こんな感じに型が取れました。この部分が油粘土で作ってた部分なのでめちゃくちゃ油粘土がついています。ある程度手で取れるだけ油粘土を回収してパーツクリーナーこちらを使ってねこの油粘土を溶かしていきます。そしたらね外したこの型の表面に穴が開いてたりします。
このままお酢型を作ってしまうと取り外す時にねなかなか外れないので、もう切り取ったりするところとか穴があるんだったら今のうちにねパテで整えます。整えてた方がね仕上がりが綺麗になってきます。これで固めて1回ねペーパーで磨いていきます。今ですねパテを持って削ってパテを持って削っての繰り返しをして、細かい小傷を直しました。そしたらここでまたね離型剤を塗り込んでいきます。離型剤を塗る前に貼っておけばよかったんですけど、このパーツのねこの端っこがすごいね雑な作りです。ここでお酢型を作ってしまうとこの隙間に樹脂が食い込んでしまって外す時にね大変なので、アルミテープをデコボコしたところにね貼って埋めていきます。ここに離型剤をプラスしておきます。乾いたらねどんどん樹脂を塗っていきます。じゃあねこの状態で樹脂が半乾きするまで待ちます。表面がある程度硬化しました。完全硬化はしていません。そしたらここにねまた樹脂を追加していきます。そしたらここからガラスクロスを追加していきます。さあどんどん固めていきますよ。さあこっからがですね皆さんお楽しみの合体解除シーンです。あー取れた。お酢型が取れました。取れたぜ。そしたらここにねカーボンクロスを2枚重ねて樹脂で塗り込んで圧着していきます。もうそれでちょちょんとできちゃう。ちょちょんあっちょん。